こんにちは、高弘です。今日は僕が最近やっている作品制作について話してみたいと思います。X やインスタをフォローしてくれてる人ならもう知ってると思いますが、僕は最近写真をすごく大胆にレタッチするっていうやり方を試しています。こういうやつ。皆さん見て正直どう思います？多分好きか嫌いか結構分かれるのかなと思ってます。嫌いというか、そこまでやったらもう写真じゃないわみたいな、そういう風に見られてしまうかもしれません。一方で、いいじゃんと好意的に見てもらえる割合もかなり上がっていて、僕としては嬉しい限りです。表現に重きを置いた作品は2023年から少しずつ試していました。これは2023年に作ったものです。大阪道頓堀。看板やお店が並ぶごちゃごちゃした感じを強調したくて、このような奇抜な編集を行いました。これはこれでありだと思いますが、今見るとだいぶ雑な部分が多く、技術的にもアイデア的にも未熟です。そこから1年半くらい経過、同じモチーフを使い、2025年は絵画風に編集し直してみました。どうでしょうか。自分的にはだいぶ良くなったと思ってます。全体としては少しぼやけているのに、細部はかなり書き込んでいるようなテクスチャーを感じられるように仕上げました。実はこれ2024年に中之島美術館で見たモネの絵にインスパイアされたものです。ちょっと印象派の絵画っぽく見えたら僕の狙いとしては成功です。調子に乗ってもう一枚仕上げてみました。結構いい感じですよね。これも一応写真です。AI を使ってるって思われるかもしれませんが、使ってません。Photoshop で同じ画像を少しずらして上から重ねていくという原始的な方法で可能です。ちょっと前に YouTube のショート動画を出したので見てくれた人もいるでしょう。見てない人は今すぐ見てください。ショート動画にヒントが載っています。簡単に言うと、Photoshop のブレンドモードを使い多重録音のように画像を重ねていきます。普通は重ねても2枚とか3枚とかなんですけど、それをもっと枚数重ねていきます。そうすると写真がどんどんぼやけてきて、このような絵画のようなタッチになります。最後に別のテクスチャ画像を1枚載っけてますけど、基本は同じ画像だけ使って編集していくというやり方になります。実際作業している時も絵を描いているような感覚です。僕は実は絵は全然下手くそで、普通に描くと見えたもんじゃないんですけど、こうやって Photoshop の力と写真の力を借りると、昔の西洋絵画のような雰囲気が出せる。それがめっちゃ楽しいです。21世紀のモダンな建物と19世紀の印象派のタッチがこういう合わさり方をする。僕自身も編集してみて驚きでした。しかし改めて見ると以前の僕の写真とは別人のようです。今まで僕のストリート写真が好き、モノクロでキリッとしたコントラストを効かせた写真が好きという人には申し訳ないですけど、しばらくはこの新しいスタイルともお付き合いください。もちろんモノクロのキリッとしたやつも出します。でもこっちの新しいスタイルの割合が増えていく予定です。ちなみに冒頭で見せた写真2枚は印象派ともちょっと違っています。この2枚ではもっと大胆に画像を重ねていて、現実と非現実が融合したような作品にしてみました。こちらの方は印象派の絵画のようではなくて、写真をベースにしたデジタルアートという括りで理解しやすいものなのかなと思います。実際 X やインスタで受けが良かったのはこの2枚です。これも Photoshop で1枚の画像を重ねて作っているという点では、先ほどの印象派っぽいやつと作り方は同じです。僕の中ではちょっとパラメータを変えているだけ。パラメータを少し変えるだけで19世紀の印象派になることもあるし、こっちの現代のデジタルアートにもなるというのがすごく興味深いです。パラメータというとまたエアっぽく聞こえますが、
あくまで自分という人間を出力装置とみなしたときにそういう表現がしっくりくるかなと思い、そのワードを使いました。この方法は僕の 100% オリジナルっていうわけではなくて、似た手法をやっているフォトグラファーさんが海外にもいます。その中で単なるモノマネではなくて、ちょっとだけ自分のオリジナルな要素を入れることができたかなという手応えみたいなものを感じています。僕が写真を始めたそもそもの理由って、何かしらの表現みたいなものに憧れて始めたというのがあります。カメラに興味なかったけど、押せば映るカメラというものがある。絵を描けない自分でもこれならいけそうと、そんな感じで始めた写真ですから、こういうアート的な表現に傾倒をするのは自然な流れなのかなと自分で考えています。ともかくこのスタイルをもう少し追いかけてみるつもりです。やはりこの世界止まってしまったらダメだと思うんですよね。ずっと同じスタイルだけ続けて守りに入るのは違うと。とはいえ、ある程度一つの場所に留まってやり続けることも大切です。僕は写真調達の秘訣は一つのジャンルを突き詰めることだと思ってます。いろんなジャンルをかじってすぐ別へってやっていくと、全部薄い写真しか撮れません。それはダメです。僕は6年くらい一つのスタイルを突き詰めてきました。つまり言いたいことは、ある時期はずっと突き詰める時間で、ある時期は別のスタイルを探す時があるってことですね。今は既存のスタイルから離れる時期なのかなということ。長々と喋ってますが、新スタイルもしばらくすると飽きて、また元に戻ってくる可能性もゼロではありません。そうなっちゃうと途端にこの動画がかっこ悪くなるんで、これまで喋ってきたことも何だったのってなるんで、そうならないように新スタイルもしっかりとしたものになるまで続けてみようと思ってます。ということで今日の動画は決意表明見たくなってしまいましたね。いつものノウハウ系ではないですが、こういう内容もたまにはいいかなと思っています。それではまた。